皆さん少し想像してみてください。はい。あなたは今、東京を旅行しています。渋谷の、とても賑やかなカフェに入って、ポケットからスマートフォンを取り出します。よくある日常の風景ですね。そうですね。そして画面に向かって、あなたの母語で話しかけます。すると次の瞬間、スマートフォンが、完璧な発音の日本語で、店員に注文を伝えてくれるんです。なるほど。一切の苦労もありませんね。はい。発音の間違いを恥ずかしく思うこともなく、温かくて美味しいコーヒーが手に入ります。つまり、コミュニケーションの問題は、テクノロジーによって完全に解決しました。素晴らしい技術の進歩です。だとしたら、あなたはなぜ、今わざわざこの音声を聞いて、日本語能力試験 N2 や N3 に向けて何百時間もかけて勉強をしているのでしょうか。そうですね。そこがまさに現代の学習者が直面する最大の矛盾であり、盲点だと思います。盲点ですか。はい。テクノロジーが言語の壁を完璧に壊しつつある今、なぜ私たちはあえて険しい山を自分の足で登るように外国語を学ぼうとするのかということです。なるほど。おっしゃる通りです。日々新しい単語や漢字を暗記したり、複雑な文法と格闘しているリスナーの皆さん、本当に素晴らしい努力を続けていらっしゃいます。本当に素晴らしいですね。だからこそ今日は、語学学習者なら誰もが一度は感じる、この避けて通れない大きな問いに正面から向き合いたいと思います。はい、とても重要なテーマですね。それでは本題に入りましょう。本日のテーマは、AI 時代の外国語学習の意義。今回のテーマはリスナーの方から寄せられたたった一文の質問がソース資料になっています。ええ。非常にシンプルなんですが、学習者の根本的な悩みを鋭くついている質問ですね。はい。その質問とは、AI がある時代に外国語を勉強する意味はあるというものです。まさに直球の質問ですね。ええ。つまり、これは何を意味しているのでしょうか。この質問は、今の時代を生きる私たち全員に重くのしかかる問いだと思います。少し前まで、外国語を学ぶ主な目的は、情報へのアクセスでした。情報へのアクセスですね。はい。辞書を引きながらでなければ、海外のニュースも読めませんでしたし、異なる文化の人と対話することもできなかったからです。確かにそうでしたね。しかし今はどうでしょう。高性能な翻訳ツールを通せば、自分の母語だけで世界中の記事を読み、動画を楽しみ、さらには海外の人とビジネスの交渉までできてしまいます。そうなんですよね。さて、ここから少し掘り下げてみましょはい。う。もし私が、来月日本に出張して、取引先と契約を結ぶという目的だけを持っているなら、今から日本語の動詞の活用とか、敬語を必死に覚えるのはあまりにも非効率ですよね。ええ。効率だけを考えればその通りです。AI というツールに任せた方が、はるかに早くて正確に情報が伝わると思います。ここで非常に興味深いのは、その効率を追求して全てを AI に任せるという状況です。と言いますと、つまり、私たちがコミュニケーションのカーナビゲーションに完全に依存している状態だと言えるんです。カーナビゲーションですか。AI は非常に高性能な車のカーナビのようなものだということでしょうか。まさにそうです。車のカーナビを使えば、道に迷うことなく最短ルートで確実に目的地に到達できますよね。はい、とても便利です。言語で言えば、意味の伝達という目的地に一緒に到達できるわけです。しかし、もし私たちが地図の読み方、つまり外国語を学ぶのをやめてしまったらどうなるのでしょそうですね。目的地には確実につけますが、道を全く覚えなくなりますよね。う。私も経験があるんですが、
何度も通っているはずの道なのに、カーナビの画面がないと自宅への帰り道すらわからなくなってしまうことがあります。まさにそれなんですよ。最近の脳科学の研究などでも指摘されていますが、人間の脳は自分で道を探して歩くとき、無意識のうちに空間認識能力を使っているんです。空間認識能力ですか？はい。ここは北だとか、あそこに大きなビルがあるから次は右だとか、頭の中に認知マップと呼ばれる地図を作っているんです。なるほど。自分で考えて進むから地図ができるんですね。その通りです。しかし、カーナビの指示通りに、ただ右や左に曲がっているだけだと、脳のその部分は使われず、空間を把握する能力自体が衰えてしまいます。ということは、それは単に周りの美しい風景を見逃すといった情緒的な話ではないんですね。ええ、人間の脳の機能に関する科学的なお話です。外国語の学習もそれと同じメカニズムだということですか？はい。言語というものは、他者の頭の中にある考えや、別の文化の思考パターンを理解するための道筋なんです。道筋。なるほど。自分で単語の意味を調べ、文法のルールに従って文章を組み立てるというプロセスは、いわば脳の中に新しい認識の地図を作るトレーニングなんですよ。なるほど。よくわかります。AI というカーナビを使えば、一瞬で翻訳された結果という目的地にはたどり着けますが、あなたの脳の中には何の地図も作られません。ここからが本当に面白いところなんですが、少しあえて現実的な反論をさせてください。はい、どうぞ。でももし、リスナーの目標が最初にお話ししたような旅行先で美味しいコーヒーを注文することや、仕事のメールを読むことだけだとしたらどうでしょう？ええ、自分の脳の中に新しい地図を作らなくても、AI が代わりにやってくれるなら生活に支障はありませんよね。そう思われるのも無理はありません。なぜ何百時間もかけて単語や文法を暗記して地図の作り方を学ぶ意味があるのでしょうか？これをより大きな視点で捉え直してみると、その答えが見えてきます。その疑問にお答えするには、言語が単なる情報を運ぶパッケージではないということをお話しする必要があります。情報を運ぶパッケージではない。はい。言語的相対論、いわゆるサピアイコールウォーフの仮説という考え方を聞いたことはありますか？いえ、専門用語が出てきましたね。リスナーの皆さんにも分かりやすく教えていただけますか？もちろんです。簡単に言うと、人間が使っている言語の構造が、その人の世界の見方や思考の枠組みを決定しているという理論です。言葉が違うと見えている世界も違うということですか？ええ、そうです。例えば、ある有名な実験があります。ロシア語には、青を表す言葉が2つあるんです。2つですか？はい。明るい水色を示すゴルボイという単語と、暗い青色を示すシーニーという2つの全く異なる独立した単語が存在します。なるほど。英語や日本語なら単に明るい青とか暗い青と形容詞をつけて区別するだけですよね。基本的には青という一つの大きなカテゴリーとして捉えています。ええ、その通りです。しかし、日常的にこの2つの色を全く別の色として区別しているロシア語の話では、明るい青と暗い青の色の違いを視覚的に見分けるスピードが物理的に速いことが実験で証明されているんです。待ってください。単語が存在するかどうかで人間の目で色を認識するスピードまで変わるんですか？それは驚きです。そうなんですよ。言葉を持つということは、世界をどう切り取るか、物事をどう認識するかという思考の枠組みを持つということなんです。なるほど。これを外国語学習に当てはめると、勉強する意味は結果ではなく過程にあるということがはっきりと見えてきます。家庭にあるですね。では、それを私たちが学んでいる日本語に当てはめるとどうなるのでしょうか？リスナーの皆さんがまさに今苦労して勉強しているであろう日本語の敬語や授受表現、つまりあげる、もらう、
くれるという言葉を例に挙げてみましょ出ましたね、敬語。これは日本語学習者にとっては最大の壁の一つです。う。そうですよね。英語なら誰かにペンを渡すとき、単に I give you a pen で済みます。AI に翻訳させても瞬時に正しい日本語を出力するんでしょう。はい、AI なら一瞬ですね。しかし、日本語を自分の脳で組み立てようとすると、そうはいきませんよね。そうですね。ペンをあげるのか、差し上げるのか、あるいは相手からいただく状況なのか、単語を一つ選ぶだけでも考えることがたくさんあります。そこが重要なポイントです。正しい動詞を選ぶためには、相手は自分より目上の人か、目下の人か、年齢はどう違うか、はい。そして自分の内のグループの人間か、外の人間か。日本語を話す人は、誰かに物を渡すという単純な行為のたびに、頭の中でこの複雑な人間関係の地図を瞬時に読み解いているのです。つまり日本語を学ぶということは、単にギブという単語をあげるに置き換える作業ではないということですね。その通りです。相手と自分との社会的心理的な距離を常に観察し、把握するという日本の文化特有の思考の枠組みを自分の脳にインストールする作業なのです。新しいソフトウェアを入れるような感覚ですね。AI 翻訳を使えばペンを渡すという目的は1秒で達成できます。しかしそれでは相手との関係性を繊細に測るという新しい世界の見方を獲得する機会を永遠に失ってしまうことになります。それが AI に任せきりにすることの代償なんですね。ロシア語の青の例のように、敬語を学ぶことで、私たちは日本人と同じように、人間関係の繊細なニュアンスをより早く深く認識できるようになる。はい、おっしゃる通りです。これこそが単なる情報の受け渡しなら AI でいいけれど、自分の脳の形を変え、世界を見るための新しいレンズを手に入れるためには、自分で言葉を学ぶしかない理由ですね。これは語学学習に対する見方が根本から変わる視点です。だからこそ何百時間かけても学ぶ価値があるのです。AI が代わりに考えてくれる時代に、あえて自分の脳に汗をかかせることの意義がそこにあるのだと思います。さて、言語が私たちの思考の枠組みを作るという深いメカニズムについてお話ししてきましたが、今度は今まさにこの番組を聞いてくださっているあなた、リスナーの皆さん自身の状況へと直結させてみたいと思います。非常に興味深い状況が今この瞬間にも起きていますね。リスナーの皆さん、少し意識を向けてみてください。今あなたは保護に翻訳する AI アプリを使わずに、私たちのこの日本語の会話をあなた自身の耳と脳で直接理解しようとしています。はい、一生懸命聞いてくださっていますね。日本のニュースアナウンサーが使うような少し難しくて丁寧な標準語を一文字一文字処理しようと努力しています。これはなぜですか？本当ですね。先ほどの効率の話で言えば、この番組の音声を AI に読み込ませて、あなたの保護で箇条書きの要約を作らせて読む方が圧倒的に時間も短く効率がいいはずです。それでもあなたが今 AI を使わずに聞いているのはなぜでしょうか？ここにソース資料の質問、AI がある時代に外国語を勉強する意味はあるという問いに対する最も力強く、そして感情的な答えがあります。感情的な答えですか？はい。人間は純粋な情報データだけを求めて生きているわけではないということです。情報データだけではない。では、リスナーの皆さんは今、AI の文字起こしや要約では得られない、どのようなものを受け取っているのでしょうか？それは人間同士のダイレクトなつながりです。ダイレクトなつながり。AI のフィルターを通さず、ホストであるあなたや私の生の声の響き、声のトーンから直接感情や意図を受け取ること。言葉と言葉の間に生じる間、いや声の明るさ、あるいは真剣なトーンですね。
なるほど。私たちが冒頭で本当に素晴らしい努力ですねと声に出した時のあの言葉に込められた心からの敬意や温かさ、これらは完璧に翻訳された無機質なテキストデータからは決して伝わりません。確かに。AI がどれだけ正確に意味を翻訳しても、そこには人間の体温はありませんね。そうなんです。外国語を学ぶことで私たちはその言葉を話す人たちと通訳や機械という壁を挟まずに直接心と心をつなぐことができます。はい。相手の言葉をそのままの響きで受け取り、一緒に笑ったり深い悲しみに共感したりする。この直接つながっているという感覚、他者の体温を感じる喜びこそがテクノロジーがどれほど進化しようとも決して奪われない外国語を学ぶ本当の意味なのです。今、この瞬間、リスナーの皆さんが私たちの日本語を聞いて少しでもなるほどと心が動いたり、深く納得してうなずいたりしてくれているとしたら、それは AI がもたらした奇跡ではありませんよね。全く違います。皆さん自身が毎日机に向かい、単語を覚え、文法を理解し、自分の脳の中に新しい地図を作ってきたからこそ生まれた、皆さん自身の努力の結晶なんですよね。その通りです。皆さんは今、私たちと直接コミュニケーションを取るための素晴らしい橋を AI の力に頼らず自分自身の力でかけたのです。これほど美しく人間らしい活動が他にあるでしょうか。今回のディープダイブを通じて、あの短い質問に対する非常に明確な結論が見えてきました。情報交換の効率化や単なるビジネスのスピードアップだけを求めるなら、すでに AI で十分な時代です。はい。情報のやり取りだけなら AI で十分ですね。しかし、私たちが言語を学ぶのは、情報を伝達することだけが目的ではありませんでした。自分自身の思考を広げ、新しい枠組みを手に入れること。そして何より機械のフィルターを通さずに人と直接生の声で心を交わせ体温を感じる喜びを得ること。はい。語学学習は AI という便利な道具が登場した現代だからこそかつてないほど人間的な意味を持つようになったとそう締めくくることができますね。今、一生懸命に N2 や N3 の合格を目指して、あるいは純粋な知的好奇心から日本語を勉強している皆さん、あなたが単語帳を開いているその時間は決して無駄ではありません。絶対に無駄ではありません。AI には代行できないあなた自身の脳と心を広げる尊い時間です。どうか自信を持ってその学びの旅を楽しんで続けてください。私たちも皆さんのその素晴らしい前後の旅をこれからも心から応援しています。それでは最後に、リスナーの皆さんに新しい思考の種を一つ投げかけて、今日の番組を終わりたいと思います。お願いします。今日の話では、人間の感情や声のトーン、文化的な背景は AI には完璧に翻訳できないという前提で話を進めました。でも、もし将来 AI がさらに想像を絶する進化を遂げたとしたらどうでしょう。想像を絶する進化ですか？はい。人間の複雑な感情やジョークの絶妙なニュアンス、さらにはその言葉の裏にある社会的な人間関係までも完璧に読み取り、あなたの耳元で相手の本当の声そっくりの感情豊かなトーンでリアルタイムで同時通訳できるようになったら、なるほど。その時私たちが他者と心を交わせるという言葉の定義自体が根本から変わってしまうのでしょうか。それともやはり人間が自分自身の身体と時間をかけて学ぶことの価値は永遠に残るのでしょうか。あなたはどう思いますか？非常に深く少し恐ろしさすら感じる究極の問いですね。テクノロジーと人間の心の境界線はこれからどこへ向かうのでしょうか。皆さんが次回の日本語の勉強の合間にコーヒーでも飲みながらこの問いについて少しでも思いを巡らせていただければ嬉しいです。それでは本日のディープダイブはここまでとなります。最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。また次回お会いしましょう。